おはようございます。ビッグセオリーボリューム4、朝からいきなりうねってます。ついに冬っていうかね、ここ数年雪ほぼ降らなかったんだけど、つい先日まで大雪でしたっていう、やっぱりっていう感じで、水温も雪で一気に下がって、で水温が下がるとやっぱりスーパークリアアップするのね。で6メーターが丸見えらしくて、過去の経験上こういう時は釣れないです。だけどその1日の中で多分ね、なんかのタイミングが見出せると思うんで、そこで食わせでいくかリアクションでいくかっていう感じの、その辺踏まえて、でかいのからちっちゃいのまでルアー駆使してやっていきます。ビッグセオリーボリューム4スタートです。よっしゃおれっしゃー、正解はこれです。ビッグセオリー。ブラックビラゴン、うわ、ほんと丸見えだわ。ボトムルアーもガンガン見える。こんねいかんです。釣れる気しへんぐらいルアー丸見えなんやけど、なんかわかるこれ。長さちょっと違うでしょ。スリム、ボディの太さが違ってスカートも細い。さほどすごく大きさが変わるわけでもないんで、これまだウィードが残ってないな、中途半端に。あんまり俺は好きじゃない、こういう状況は。バスをこう分散させちゃうもんでさ、狙いどころがブレるわ。違う。何もついてこない。めちゃめちゃボトムベッタベタかもしれんね。
すごく。水温ね9度、 9.6 度。水温1桁自体はまあ9度だったら別に美味しいって感じの水温なんやけど、やっぱこのクリアアップが一番あかんやな。ちゃうわ。砂糖、そんな映像じゃねえもん。ベッタベタやわ。今のこれ2回目通した時にようやくこう浮いてパラパラしとるんやけど、追ってはこうへんし。これはねタフです。もうだってもうボトムに馴染んでまったもんね。パッと浮いてもペタッへばりついとるわ。これは厄介やぞ。食った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 。食った。やっぱそこものやん、ベッタベタやわ。這いずり回さんと食わへん。どうなのおりゃええやつやわ。どうしましょうこれ。冷てえ割によう引くな。おれっしゃーい。正解はこれです。いやもうでも実証通りでしょ。ボトムペッタペタで巻いたらついてこうへんし、浮くだけですぐボトムにペタッと張り付いて、ボトムをまんまで転がすとドギャンとくるつ。魚探映像で捉えて魚のコンディション判断してからのアプローチ変換でやっぱ正解でしょっていう。正解、ある意味一つの正解はね、ビッグセオリーは分かったけど、これをまあトーナメントとかね、数こうもっとこなしていく釣りならこれを貫いていけばおそらく今日は結果として一番ストロングな釣果を出せると思うけど、やっぱねもう魚を取るための釣りね。これは魚がボトムにべったりへばりついて動きが鈍い、動かない、この今の状況じゃまさに正解で、これをやっていくことによってもうポロポロは拾っていけると思う。いる場所で入れれば。でも正直あんま好きじゃないよね。取るための釣りだから我慢強さも必要になるし、どっちかって言ったらこういう系統でグリグリゴーンっていきたいのね。ピーカン方向に進んだらもしかしたら魚浮くかもしれへんもんで、そうしたらこうストロングに巻いてもゴーン来るかもしれん。でもずっとそのチャンスがずっとあるわけじゃなくて、タイミングがどっか1回ぐらいしかないと思うわ。水温上昇か光の角度の変化か、もしくは一番はカレント、固流。今ゼロ固流でしょ。動き始めた時とか。ビッグセオリーはゼロカレントやよね、必ず苦しめられるという。
例のごとくこういうミドルレンジとかシャローの今の昨今の琵琶湖は一場所一本っていうそう思っといた方がいいよ。そのうち来るでしょう、そのうち食うでしょうっていうのは確かにこの釣りは食うよ。でも俺待てへんっていうさ、あんまりへばりついてももう一発睡眠ジグスピードシャットもう全部見えとるもんこうじゃないドカンドカンとった方がいいよ。浮いとれば今のやつはすげえハマってくる、パコーンって食う泳ぎ方ね。でも今はそうじゃないもんで、なるべくバスにルアーを近づける方向と近づいてきたバスにリアクション的な食わす方ができるウェイトじゃないとあかんもんで、これ 1.5 オンスボトムゴン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 当てながらバスに近づかせてコーンってリアクションでパコーンって食わせるぐらいのやつ。これまだかなり抑えてキャストしとるでね、めっちゃ飛ぶんだわこの21アンタレス DC。 これやばいと思う。まさにこういうスイムジグとかさ、ドエンとしてこうバイトチャンス増やすような釣りにはバッチリやね。まだ出来たてほやほやない。すげえ飛ぶよ。さあ溜まっとるでしょうか。さらに水温が下がってきとるな。ボディウォーター近づいとるもんで、スイムジグスピードシャット赤丸見えや。ここもすごいぞ。ダメなんやて。リアクションで無理やり食らしとるだけなもんでかかってへん。ダメなんやて。時が合ってないよ。越冬しとんのは漁港の中なんやね。昨日がドピーカンなもんで出てきとる可能性はあるかもしれん。
ついてこん。マンバスリムはね、ノガレスのねフッキングマスターヘビーワイドの40、僕はファット系のワームでよく使う定番のフックなんだけど、これが一番マッチングがいいかな。普通のノーマルの万倍4インチの方はやっぱり50とか6があった方が、あれはちょっともっとボリュームがあるんで、こいつはもう40でバッチリこういけます。ただワイドゲーブの方が、これもやっぱりケツにボリューム持たせてあるんで、これぐらいのワイドゲーブの方がバスッと刺さるっていう。食わんね。食わんっていうか消えた。違う魚種かな。でもバイトあったもんな。一場所一匹じゃなくて一場所ワンバイト。最悪やんけ。ちょっといかん。めちゃめちゃ浮かしてくれそうな色やろ。さあちょっと迷うな。ドシャロです。ワカサギのフィーディング残存組がいないか軽くチェックしてみるって言っても、もうこの水が恐ろしいわ。ないという。ちょっともう一回北行ってみようかな。10時。オッケー。巨匠ディープスイムジグでめちゃくちゃ飛ぶやろ。やばいと思うよ、この飛距離は。こんなん来るとき一等やわな、多分。一等ですよ。それぞれ魚礁によってやっぱ位置的問題があってさ、ロケーション的ないい場所っていうか、マッチングがいいところにあるやつはすごいバスを貯める。ちょっとボディオーターがガンガン当たりすぎる場所とか、なんかそこに到達するまでのルートがないような魚礁はやっぱりなかなかバスをストックすることが難しい。冬はね、どっちにしてももうほぼ越冬場みたいな感じになっちゃうもんで、結構ね、まあそれなりの釣りをしないと、こういうストロングなやつは本当にいい時じゃないとガツンとこうへんさ。ということで移動します。シャローはいないんやよね。 2.5 メーターより浅いとこ。ディーパーベイトはいて、でもバスいなかった感じで、だいたい4メーター前後のストラクチャーにこうスクールが何本かのスクールがいるところにはいるっていうので、ただやっぱりね、スローっていうか活性が低いね。ライブスコープかけても浮いてないもんね、バスが。で強いものを通すとようやくポッと浮くぐらいで、またすぐ戻るのね。この食わない要因になってるのはやっぱりこの6メーターとか丸見えのクリアアップ、あと急激な水温低下。これは 2,3 日すれば魚が慣れちゃうから、でも今日の時点では水温低下の可能性もあるかなっていうところと、ベイトフィッシュが一切リンクしてないのね。水温が
ちょっとずつ上がるタイミングってこれからなんだと思うんだけど、これが いかに塞ぎ込んだバスを上げてくれるかっていうところね。やっぱここはおるわ。出てきた。あかんな、透明度やわ。やっぱすげえ透明だと思う。中にルアー入れると中におるんやね、いつも。やがって外に出てくる。で外通すと中にすげえわ。完全ルアー見えとるんやな。はあはあですよ。これまた中に入ってます。完全俺が遊ばれとるわ。来るでしょうか。3頭以内よこれ。ついてこん。ハイシーズンやとさ、もっと早いもんでさ、僕の場合アクションが。そうするとこのテンションいかに早く取れるかっていうので、やっぱこのスコーピオン MD はさ、ハンドル1回転の最大糸巻き長が107センチだ。めちゃめちゃ長いのだから、ラインテンションの管理がすげえ綺麗にできるもんで、素早く。そういう時にはすごい役立つ。食いません、むずいわ。でもおる。3匹は確実に映る。相変わらず白々やな、ここな。全然素敵じゃねえな、映像がな。さあ、賞味1時間半ぐらいであっているでしょうか。ラストやね。水温ね、1度近く上がっとる。9.5 から今 10.5 やでさ。くた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 。くっしゃきた。やっぱこれだわ。バレんなよ。ほら、おっしゃいやつや。ビッグワン。ビッグワン。これね、ランディングが
っしゃーでしょ。もうさ、こういうことよ今日はクリアアップ、もうドスローをバス浮かない、ボトムずるずる転がす、大正解でしょ。食うなやっぱマンバな。今日のビッグセールはまさにこれ。やばいことになって待っとるわん。あれだけちょっとテンションかけながら食わせて持ってかせとるのに、普通やったら飲んでいってまうやんか。もう本当の口先だもんね。だから加えてもうそのままいっとねん。あと糸がないっていうだいたいあの時間あんなとこにポジションしとることがもうダメだわ。もう一個起きやわってことで、初日まさにもうあの通りなんですよ。ワームが浮いたらダメ、食わないで、ボトムより上を通過するルアーには一切反応しないっていう、これ多分ねスーパークリアアップの影響だと思う。まさにそのワームを決して浮かせないっていうのが今日のビッグセオリーね。おそらく天気もそんなに変わらないし、あの水が一晩でクリアアップが戻るっていうのはまずないことなんで、頼るのは水温が徐々に上昇してくれればなっていう。やっぱりさ、ビッグゲームしたいよね。せっかく冬なんだから、このじくじくじりじりやるよりもグリ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 ドーンっていうのがね。だから今晩一晩寝ながら考えますよっていうことね。そういうことビッグセールボリューム4、フィールドがねスーパークリアアップしてた。でタフコンディション、スーパータフコンディションかな。そんな中で、いかに素早くでかいのをサーチして取っていくかっていう、そんな中で、まずレンジっていうのを一つのポイントとしてます。レンジっていうのはルアーのレンジね、泳ぐレンジ。それはどういうことかっていうと、冬含めて春先、ある程度の春先までだいたいね、上の水深から下の水深までバスの生息域の中でね、水温がどんどん同じような水温になっていくんです。夏は例えば上が30度で下が15度とかっていう現象はあるけど、どんどん同じ水温になっていく。そうするとバスって結構浮いたり下がったりしやすくなるんですよ。水温が一緒だから。とプラス光量の関係、もっと先の話になっちゃうんですけど、どんどんスポーニングを意識し始めるとお腹を温めたいなっていうので浮いたりする個体も出てきます。そういった中でのルアーのレンジをバスに合わせてあげるっていうところに焦点を置きました。上の方はやっぱりビッグベイト、でデッドスロー、ゆっくりじゃないと浮いてこれないのね、今の季節って。だからなるべく本当にゆっくりでもちゃんと泳ぐもので見せてアピールして浮かせて食わせるっていう、ドゥラゴンみたいな泳走管理ができるやつ、最大 2.5 ぐらいまで潜るようなビッグベイティングで、これは中層トレース、もっと下で浮き上がりにくいやつも浮かせて食わせようかなっていうところね。で次にスイムジグ、これは僕の中では今回は中層からボトムまで、場合によっちゃボトムを叩きながら進ませるっていう。でかつスピードもスロー寄りでもきっちりテーリングして、泳いでくれるスピードシャットっていう、プロトのシャットテールワームなんですけど、それを組み合わせてスイムジグで使ってます。で最後はやっぱりアンブレラリグ、これはね全映像ポーリングもできるし、ボトムまでで誘えるし、レンジはどんどん変換できます。しかもスローに引ける。でかつやっぱり冬春っていうのは僕の中でアンブレラリグって最強に冬バスに対して強いルアーとは思ってるんで、もちろんレパートリーの中には入ってました。で最後にそれじゃあやっぱり食わない、追わない、でもバスはいるっていう時にやっぱ釣りたいでしょ。確認の意味で
今回はマンバスリムっていうちょっとプロトのコンパクトになったやつを使ってます。 100% ボトムでスローにアプローチしてリアクション要素を少し入れて食わせるっていう、このねくくりでやりました。一晩考えてね、ノープランなんで、まあ今日はとりあえずね、昨日がちょっとストレスすごいかかった釣りをしたんで一日頑張って、今日もう本来の俺的なもう打って移動打って移動打って移動っていうのをテンポよくやれたなと思ってます。その中ではやっぱり強い釣りを主軸に、まあ何かの情報があったらやっぱり転がしてみたりはするけど、まあ今そんな感じです。では行きますか。よし、突っ走るぜ。朝一なんで浮いとるかなっていうローライトでブラックドラゴンプロト、水は恐ろしく綺麗でございます。もちいいですよ。まあブラックドラゴンって水を受けて頭をゆっくりでもボンポって振るのがまあ最大の特徴なんですけど、このデッドスローでもこれラインテンションが張るか張らないかで巻いてきてるんで、その張った時にやっぱこれハイギアなんで、この水受けがすごい分かりやすいっていうかさ、だからシャットテールワームスイムジグとかでもやっぱりテーリングがどれぐらいしてるか、ボディがどれぐらい水嗅いでるか受けてるかっていうのを分かりやすいし、アラバナリグとかでもそうね、ちゃんと、具が全部泳いでるかとか水どれぐらい受けてるかっていうのが分かりやすいから、デッドスローな釣りはねエクストラハイギアは情報としてはやりやすい。あとかけに行けるしね、グリグリって巻いて。でもバスはノーチェイスっていう。いねえんかな。ついてこん。まだこっちはウィードすげえ残っとねえな。ワンオクなもんでさ、昨日はもうちょい巨大なうねりが入ってて、で日がまだ差してなかった、雲が張っててローライトだけど水温とかそういうこう空気感っていうのは一切変わってない。あと水の透明度も変化してないっていうのでスーパークリアアップしてるんで、ある程度のロングディスタンスを取ってアプローチするのと、あとやっぱり魚がスローなんで昨日の判定からいくと、そうするとやっぱりスピード、巻きスピードとあとレンジ、この使い分けをすごいきっちりやらないと、やみ込み投げてただバーって巻くだけっていう感じでは絶対にまぐれでしか食ってこないから、狙って取るならやっぱりこの巻きスピードとあとレンジでロングディスタンスっていうのを3つはすごい基本にしていかないと、このいう状態のデカバスは取れない。これも同じ反応になっとるな。
なんかね昨日と同じ反応やぞ。出てきとるもんプロ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 3本ぐらいでも中に消えた。変わってねえな。リズムが崩れん程度に入れてみる。で粘ることはしない今日はもう。ただこの釣り自体が時間かかるからね、ワンアプローチに時間がかかってしまう。昨日この釣りで使ってたのはフロロカーボン、バリバスのガーのアブソルートトリプル A の20ポンドで、あれさ俺まあまあズボラでさ、フロロってさずっと巻きっぱなしでこう時間が経つとどうしてもここのスプールの癖がつくのね。すげえリングになっててラインテンションの管理がすげえ雑になっちゃってたんだけど、で今日はガノアのトリプル A の16ポンド、これまっすぐでしょ糸が。やっぱりねラインって劣化すると本当に癖がつきやすくなるんで、特に寒くなるとだからもうまめにこうまっすぐなラインを使った方がいい。癖のついてないこういう釣りはね操作感が変わってくるから重要。今日朝からドピーカンで光さしとるもんで食わへんのかな余計にこれ。でも同じ魚やと思うよ。おるんやって昨日から。だから余計に食わへんよな。昨日抜いて待っとるしさ、夏とかのさどんどんこう物にぶち当てていくポトコン系はネイル入れた方が当ててもっとリアクション使えるんでありだけど、こういう感じのボトム転がすやつは当てすぎるとすげえ嫌がるやつらいくらでもおるんで、なるべくナチュラルにいこうと思うとやっぱりネイルは避けた方がいい。これおるわ、ここおる食わへんかった。後ろ浮かずにちょっとだけついてピュッてボトムから浮いてみて、でまたペッターって戻る。変わって行って50センチまでか、こんぐらいしか浮かへんってことだ。ここすっげえ水きれいやもんダントツできれいや。青くなっとるもん。すごいねこの水。おるわ、出てきた。いやスタート地点一緒、9点後半でさ、今日はあんま上がらんやろな。逆に下がるかもしれん、雨降ったら。ちょっとピンスポット攻撃です。来たらでかいやつの釣りだわこれは。
さてどこに隠れとるかやな。噛んだな。かかったな今。ない。終わった。失敗。失敗。失敗。もっとスローなっとるってことこれ。やばいやばい。ないない。一投でやめるわこんなの。時間がもったいない。くた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 。あれ食ってへん。どれやろこれ。よっしゃ。でかいよ。ハイクオリティフィッシュってやつだね。これでかいでかい。ほらほれほれ。ほらこういうことさ。今日もまたこういうことさ。今日もまたね、スイムジグトレースしてからのフォロー一投もうやんなるってはあ、すごいねマンバこういうことだよねまさに。まあ一場所一匹っていうのは俺の中のビッグセオリーなんでその一匹をいかにでかいの選んで釣るかっていう。まあ目まぐるしく天気も変わりまして今雨です。まあそんな中でビッグベイトから、スイムジグアラママっていったもので、サーチしながらバイトを取っていくってやってったけど、やっぱりこのクリアアップ度合いが一番の要因となって、バスがね浮かない、口使わない、動かないっていう、まあアークの3要素みたいなのが揃って正解を探そうっていうことで、まあアンバースリムの、ボトム転がしだったらやっぱり食ってくるっていう、まあよくね中期的に起きる一番タフな難しい琵琶湖の、釣り方の一つと思っていただければすごい参考になると思います。まあ来たらでかいシーズンなんでね、楽しんでいけるかなと思います。今回ねシマのリール含めて、新製品すごくやっぱり進化したなっていう、これロケまだ2020年なんだけど2021年がすごい、楽しみで仕方ないかなっていう感じです。そんな感じで、ビッグセオリーボリューム4終了です。お疲れ様でした。